プラネットクラフター。T4 のドリルを設置して、着実にテラフォーミングしつつ GPS 衛星を打ち上げたりした私レイム。移動に便利なジェットパックも手に入れたので、探索開発ともに頑張っていきましょ。まずは基地からも見える、あの輪っかが気になってたので見に行きます。こんな近くなのに今まで行ってなかったのな。輪っかの端のところに入り口を発見。早速中に入ってみましょ。これはお宝に出会えそうだぜ。中は他の何%一緒だったけど、一部水没してたのでびっくり。こりゃ水没する前に来りゃよかったな。暗くて見にくいぜ。動画に不適切であります。霊夢に代わり心からお詫びいたします。お、マイクロチップゲットだぜ。あ、メッセージも発見。ふむふむ、この輪っか、2年かけて作ったワープゲートだったみたい。何やら原子炉の電源を入れたら不具合が発生して、全員脱出ボットで脱出したみたいだな。これがその曰く付きの核融合炉かな？なんかここにセットできるっぽいぜ。テラフォーミング指数の一番最後に解放されるのが、なんかエネルギー関連っぽいからそれ入れるのかも。まあこの前言った不時着した貨物船にもあったけど、意味わからんし当分放置だな。思ったよりも広かったので、外に探索基地を建設。ロッカーに荷物ねじ込んで再突入だぜ。収穫は、こんな感じになりそうろー。お宝いっぱい、ゲットだぜ。さて基地に帰ったので、早速マイクロチップを解読。GPS 衛星 T2、俊敏性ブーツ T3、採掘速度アップ T4、ジェットパック T2 が解放された。材料はあるのでサクッとアップデートしときます。俊敏とジェットパックで移動速度上がるし、これで探索がもっとはかどるな。サクッとアップデートを終わらせて、GPS 衛星 T2 も打ち上げちゃいましょ。さあ今回もロケットは荒ぶるのだろうか？それでは、発射左右に不安定にぐらついておる。いっけー、頑張れー。お、なんか発進できたっぽいぞ。おー、なんか思ったよりも綺麗に飛んだー。まっすぐ上に飛ぶのが正しいんだろうけど、これはこれでいい感じに飛んでったな。では GPS 衛星の性能がいかほどかチェックしましょ。これが T2 のマップか、少し範囲が広くなったな。こちらが前の T1 のマップでございます。あれ？あんまり変わってなくね？まあ新発見があったわけでもないので、ある意味何も変わらなかったね。割と無駄だった。そんなわけで GPS に映ってない地域を探索っていうか、本当はなくしたキノコの種探してるだけなんだぜ。お恥ずかしい。あ、イリジウムの洞窟発見。こんな感じでのんびり寄り道探検をしたのであった。荷物を持って帰るついでに、ナスを収穫して肥料なども作っております。この辺は地味に面倒だから、コツコツ作っとかないとだぜ。そんで肥料を使って藻類発生器を T2 に刷新。これもいつの間にか T2 解放されてたのな。これは水深浅いところだと収穫しにくいので、水深が深いところに設置するのがおすすめです。じゃこれは悪い見本だな。後で設置し直したよ。他にも探索中にメール来てたので確認。知らない囚人から助けてくれってメール来たけど、まあ何もできんしな。迷惑メール、ダメ絶対。ライリーからは暗号化されたメールか。複合方法も教えず暗号を送るとは。嫌がらせか？わかる内容は、鉱石抽出機とロケットが重要だってよ。それ知ってる。今回もメールは役立たず。そういえばロッカールームでの作業って、いつもカットしちゃってるのでなんとなくご紹介。ただいま超合金を作るため、コバルト、チタニウム、シリコン、鉄、アルミニウムを取り出しております。こういうのって画面だけ見せられても、何やってるかわかりにくいんだよな。超合金っていろんなところで使うアイテムなので、こういった地味な作業も結構やってますです。おー、クラフトじゃー。うるせえ静かにやれ。ごめんちゃい。では作った超合金を使ってドリル T4 を設置。あっという間に超合金6個が消費された。根詰めてやると疲れちゃいそうなので、適度に探索してのんびりしましょ。お、新しいロケットが解放されたな。メールのライリーもロケット重要って書いてあったし、戻ったら作ってみよっかな。だな。さて追加で肥料を作って藻類発生器を増設。これ酸素も発生するので、結構大事っぽいです。地道なテラフォーミング作業。お散歩してたら高所に不時着した船を発見。お宝の匂いがプンプンするぜ。
小さい船だけど、少しはお宝ありました。マイクロチップ、ゲットだぜ。さて恒例のマイクロチップの街道を置く。大きなリビングコンパートメントが開放されたな。現状の部屋すらスッカスカだし使わないかな？いつか豪邸建てるのもいいかもな。おー、ジェットパック T3。前みたいに忘れないように早速作ろうぜ。ジェットパック T3、召喚。こうして高速の移動手段を手に入れた。やっほー、ジェットパック超快適。ジェットに夢中になって、テラフォーミングのこと忘れないようにな。いやいやちゃんとテラフォーミングもしっかりやりますとも。そんなわけでドリル T4 を増設。カニみたいなロボがまた1機増えたぜ。お次はバイオマスロケットを作成。宇宙からバクテリアを散布して、バイオマス上数が 1000% の効果であります。お、チューブの部分に草が生えてるな。草生える、わらわら。前にやったネタじゃねえか。それでは発射。今回も荒ぶるロケット。発射台に引っかかっちゃったかな？こうしてロケットは発射台を一周した。ダメだこりゃー、次行ってみよう。2発目のロケット、1発目のロケットにぶつかる。草生える、わらわら。無残すぎて草も生えねえよ。くさー。唐突に意味なく、植木が起きたくなったようです。ロケットのおかげかすぐにフラワースプレッダー T2 が開放されたので、早速作りましょ。これ肥料2個使うから地味に作るのめんどくさいな。肥料作るのにナスが育つのを待たなきゃなので、その間にカニちゃんを追加設置。あ。電気落ちた。安定のやらかし。材料は揃ってたのですぐに復旧しました。原子炉も結構数が増えてきたな。さて作業効率アップのため、アルミ用に鉱石抽出機を追加設置。ろくに紹介してないけど、これ口から近くて便利なんだよな。ナスの収穫が面倒なんじゃあ。食物栽培機が7台増えた。本日は快晴であります。晴れ晴れとして気持ちいいぜ。視界が良くなって見つけやすかったのか、近所で収納箱発見。マイクロチップ、ゲットだぜー。ああ、よく見たら地面に苔生えてる。テラフォーミングは着実に進んでたみたいだな。さてちょっと探索拠点で休憩しましょ。そしてついに発見、キノコの種。やっと見つけた。散々探し回って普通に保管してたと知った時の絶望感ときたら、やっちまったな。糸かなし。あと視聴者さんに言われて気づく、こやつキノコのくせに胞子じゃなくて種で増える。スペースキノコは種で増える。まあ何はともあれ見つかったのは良好、拠点に戻って栽培しましょ。だな。だいまー。小学生の時叫びながら家帰るやつとかいたよな。でヒーターの T4 が開放されたぞ。これも後で作りましょ。さて早速立派に育ったナスを収穫して、ゲットしたキノコの種を植えてきましょ。これでキノコが足りなくて、バイオプラスチックが作れない問題が解消されるな。バイオプラスチックは藻類発生器で使ったりするので、結構嬉しいです。では恒例のマイクロチップ改正液。今のところでコードする青写真はありません。マイクロチップで開放できるものは、すべて開放が終わった模様。一応食べる分も用意しなきゃなので、食物栽培機をさらに増設。タイミングよく収穫するのって面倒なんだよな。さて肥料の追加もできたので、フラワースプレッダーを増設。なお、このフラワースプレッダーは、中に花の種を入れて使うものですが、私は知らずにそのままです。なくしたキノコ見つけた矢先に、新たなボンミスしやがって。さて私はこのミスにいつになったら気づくのでしょうか。クイズ形式にしてごまかしてんじゃねえよ。てへ。さてヒーターを T2 から T4 に刷新しましょ。イリジウムロッドが倍の2本必要だけど、2台解体すれば揃うので比較的簡単にできるかな？むしろ電力が先に足りなくなりそうだぜ。T4 ヒーターは大きいので、お外に設置しましょ。こいつは外に設置するのな。てか今まで惑星温めるヒーターを室内置きしてたことが異常だ。さてもう一機ホイットな。これでテラフォーミングも一気に加速するぜ。ではギリッギリになった残りの電力を確認して、どうしようと悩みながら今回はここまで。
面白かった。続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。種を入れずフラワースプレッダーで花を育てるレイム。彼女がこのミスに気づくのはいつになるのだろうか。気になる方はお見逃しのないようにチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。